して、スナッチなんですが、フルバーからのスナッチというよりも、今日は、ヒップヒンジポジション、バーベルを股関節の位置に挟んだ状態のスナッチと、あとは、膝上のハングポジションからのスナッチ、これが一番のメインになります。で特に重点的に行いたいのが、やっぱりセカンドプルですね、股関節の位置でバーベルを浮かすっていうところを感覚的に良くするっていうことと、さらに今日はそこに少し重量も積極的に乗せていただいて、少し重い重量でも同じように股関節の位置に乗せて、バーベルを上げていきましょうというような内容で進めていきます。ではストレッチから始めていきましょう。長座で座って、足組んでいただいて、でストレッチしていきましょう。膝を上下にで股関節周りのストレッチしていきましょう。足前に出しましょう。で後ろ足はかかと側に重心をかけて、右足出てる場合は右肘をタッチしてからツイストします。でこれ5回いきましょう。はい、じゃあ、まずパススルーを行いましょう。スナッチグリップ、あるいはそれよりちょっと広いぐらいの手幅で肩の回旋動作を行っていきましょう。肘曲がらないように、肩甲骨の内側に入りながら後ろに、回すことができているかどうかで、戻ってくる時も同じ体の使い方ですね。肩甲骨の内側に入れながら上に上げてくるという流れでいきましょう。じゃあ、内容の説明していきますね。内容は、まず最初に、ヒップヒンジポジションからのスナッチプル、あとはハングポジションからのマッスルスナッチ、これを3回ずつ行います。で、その1種目目については、今日はサムネスグリップ、親指を抜いた状態で行うので、そこが一番のポイントになります。いつも通りスナッチのグリップでまず握ってまっすぐ立ってください。で、この状態から親指を外側に抜きましょう。でこれの意図としてはヒップヒンジポジションです。バーベルを股関節の位置に挟んだ時にここからスナッチプルに行くんですけど、この時にこう手首が下にこう曲がる方が結構多いので、それをこう予防するためにというか体の使い方として親指抜くと手首が落ちにくくなるんですよ。なのでこれを確認するために親指を抜いてスナッチのプルを3回行ってください。で終わったらヒップヒンジポジションをもう1回作っていただいて、そのままリラックスしてハングポジションを作りましょう。ここからマッスルスナッチを3回行うんですけど、体の使い方としてはヒップヒンジポジションからの伸び方と同じ体の使い方がしっかりできているかどうかっていうのが大事なポイントになります。で、重さに関しては、バーベルからスナッチのワンレッグマックス 50% の範囲でいいんですが、第一としてはここは感覚をしっかり確認するというのが一番の目的になりますので、先ほどお伝えした同じ体の使い方ができているかどうかっていうところを徹底して4セットまずお願いします。大会進まれます。はい、では行きましょう。お願いします。今のプルしたらこっち側ちょっと落ちやすくなるんですよ。で親指をこっち側出してください。そうするとこの小指側のトライセップスが意識しやすくなるので、この時の力の入れ方を確認していきましょう。ここに挟みますか。挟んで、そこからスナッチを3回する。もっと挟んでそうです。で、バーの位置だけ下に行きます。そうです。今、一緒に降りたと思うんですけど、バー挟んだ姿勢。そうです。リラックス、腕だけリラックスして、ハングポジション。そうです。で、そこから同じ体の力で取れます。そうです。膝上から、これで、さっきのヒンジポジションで、腕だけしたらハングポジション。ここから、そうです。
してハングポジションを作って、ここからのこの動かし方はハングからの体の使い方と全く同じになるので、ハングに合わせるというよりもヒップヒンジのこのポジションをうまく作れればハングがそれに合わせられるっていうやつです。もっと後ろになります。そうです。ためて、はい。もうちょっと上に伸びる我慢です。はい。そしたら、次2番目の内容なんですけど、今ヒップヒンジポジションからの、次はハイスナッチで、そのまま次は、2回やった後にハングポジションからの、ハイスナッチというふうに今のプルと、マッスルスナッチのそのスタートポジションは同じになります。で、ポイントとしてはヒップヒンジからの、ハイスナッチなんですけど、バーベルを浮かすまで我慢するっていうのはかなり大事になってきます。で、先に手でこう浮かし始めるとバーベルがきれいに浮いてこないので、浮かせるまで我慢をするという感覚がかなり大事です。ここからまずは上に伸びきる、フレームステージするまで我慢して、そこから上に上げる、溜めて、で同じ姿勢を作ってハングからハイスナッチを2本。ポイントとしては体の動かし方が同じになっていれば、そのなんていうんですかね、だんだんこう上げる違和感っていうか感覚っていうのはなくなってきます。だからもうとりあえず同じ動きができていると思う。これを徹底しつつ重量を今日は少しずつ上げていきましょうという内容になります。これは60回以上で5セット、組んでいきたいと思うのでお願いします。グッド。今のスナッチの最初の時に2本雰囲気があったスナッチで、ここからハイスナッチにした時に前飛んだじゃないですか。これ前飛ぶ今の理由はこう伸び上がってこの辺でスナッチ行こうとすると、まだこう前にあるんですね。そのバーベルが当たろうとする方向がこういう方向になるんですよ。で、伸びきってここからこう入るとバーの方向がこっち側に向くんですよ。だからそれがもうちょっと我慢できれば、ここから前に飛ばずにバーが体に沿ってこっち側に入っていく。はい。古谷さんの場合はここからもう一伸びいけるんですけど、その蹴り方がここからこういくっていうのも後ろ側に行っちゃうんですよ。なのでここからもう一段階1面グッと押して上に、その結果伸び上がるような蹴り方ができれば後ろ下がらないんですけど、こっち側の進展が強いのでそれで後ろ下がっちゃう。はい。じゃあ、そのまま、スナッチプルいきましょう。スナッチプルは、フロアからいきます。で、今、ヒップヒンジのポジションと、ハングポジションの位置から、スナッチを行っていただいたんですけど、この時の上半身の角度はそのまま変えずに、下まで下ろして、スタート姿勢が作れているかどうかっていうことを、まずは確認をしてください。で、その上半身の角度を変えずに、次は下から引いてきた時、このハングポジションの姿勢が
先ほどのヒップヒンジからのハイスナッチとハングからのハイスナッチと同じような形になっているかっていうことを確認しながら行ってくださいという内容です。で、下から引いてそのままスナッチプルの内容に入っていただくんですけど、まあこう下にこう受ける必要はないので、下から引いていただいて、で下げる。5回繰り返していきましょう。重さは大体ワンレップマックス 80% ぐらいから膝にしていただいて5セットいきましょう。お願いします。顔を使ってる。止まっちゃう。顔をぐっと上に向けるというのをこう持っていくと最後胸の位置も少しぐっと上に上がってくるんですけど、その勢いをうまく使えると古谷さんの力がもっとふわって上がる気がします。ガーン力で上がってる感じが強いから全部ステージでやる人だからもうふわっファーストのスピード感が速いで、セカンドのスピードと同じスピードなんですよ。で、これをこっち側をあえて抑えたわけです。で、例えばちょっと2割ぐらい抑えて、そこから2割増して加速できると加速度でやっぱりバーがふわっといきやすくなって、ファーストをあえて抑えて膝過ぎてから今までと同じぐらいの出力ができると同じ力の伝わり方なんですけど、浮き方がやっぱ変わってくる。ファーストを抑えてより加速する。スタート姿勢の段階でちょっと前で、まあ、グッドモーニングっていうとどうしてもこう床と背中がこう平行になるまで、下ろしてくださいっていうふうに、なりやすいんですけど、まあ、先ほど、まあ、冒頭にお伝えしたように、まあ、スナッチの、まあ、アクセサリーズというかストレングストレーニングとしてつなげていきたいので、今日は足幅、あとは上半身の倒す角度に関しても、まあ、今日行っていたそのハングポジションと同じような感覚までで大丈夫です。なのでまずビハインドレッグ、これはラック使っていただいてもいいんで、スナッチの足幅でヒップヒンジあるいはハングと同じぐらいのところまで下げたら、そこから上に上げる、下ろして2、同じ深さを意識して、5回行うようにしてください。で、目標は先ほどお伝えした通りなので、そこに向けて上げていけるように頑張っていきましょう。では5セットお願いします。ハングと同じです。膝は下げないです。今膝もうちょっと前、そう。はい。はい。優勝だね。優勝だよ。そうです。はい。泣いちゃうよね。膝にしたらこう。はい。最初、後ろこう下げすぎちゃって、そういう形になってるんです。今だいぶそれがちょっと前に来たんですけど、もっと楽に止まれる位置で、今まだちょっと後ろ気味でこうなって、ちょっと楽に。
曲げて、お尻後ろにグッと引きながら膝を伸ばす。下にたまにそうポッといきます。ためてナイス。はい3膝もうちょい後ろですよ。頑張ってナイス。グッド惜しいはいゆっくりで3はいまあ結構自分みたいな初心者にも結構優しく教えてくれるし、結構いいクラスだと思います。はい、ちょっと疲れますけどやっぱりちょっといい運動になると思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあクラスの内容はここで終わりたいと思いますので、スクワットとかちょっと時間間に使う方はそう使ってください。はい、今日ここで終わりましょう。ありがとうございました。